さ、今は八ヶ岳の方にいます。はい。もう雪だね。そうだね。ねえ。でもなんか今日は暖かい。うん。今ね10度ぐらい。うん。なんでだろう。風が強いけどね。ああ、確かに。今日はね、うんこの後ちょっと八ヶ岳の霧ヶ峰の方に行ってみようと思ってるんだけど、うん。冬の車中泊とか冬の車での生活っていうのがどんなんだったかなっていうのをちょっと練習するために、うん。ちょっと寒いところに行こうと思ってここまで来ました。はい。でね、本当は麦草とかさ、うんうん上の方行きたかったんだけど、もう通行止めで行けないから、うん。ちょっと霧ヶ峰の方行って歩いたりして、うんであと温泉入ったりして、うん。でちょっと今日は寒いところで車中泊しようと思って。はい。結構いろんな方から聞かれるんだけど、うん冬の車中泊で必要なバッテリー容量どれぐらいですかとか、うんそういう質問結構受けるから、うんうん。ちょっとねそれを実践してみようと思って。はい。はい。でまずは腹ごしらえちょうどすごいね。まずは腹ごしらえからだよね、やっぱり。でここがね麺屋クロードっていうと思うんだけど、うん。いろんなところにあるんだよね、長野の。でここが本店っぽいんだよね、おう。多分ね。へー。塩尻とかでも見た記憶がある。うんうんうん。まあ行ってみましょう。行ってみよ麺屋クロード行ってみましょう。焼き味噌ラーメンいいじゃん、楽しみ。何にする？一番人気は焼き味噌ラーメン。う。焼き味噌ラーメン？焼き味噌レッドもいいな。あ、黒コク味噌ラーメンにしようかな俺。黒コク？こうん。れ？裏もあるの？あ、本裏は同じ？当？あ、違う。あ、違うんだ。わあ、ちょっと困っちゃうな。1日2種食限定もあるよ。数量限定。酒かす焼き、あ、それは飲酒になりそうですね。あ、飲も酒だよ。ある。焼き味噌ラーメンと、俺は黒コク味噌の大盛りプラス120円。ライスは我慢しました。うん。わあ、美味しそうな焼き味噌ラーメン。超いい匂いする。いい匂いするね。うんお箸取ってください。このお味噌、スープ美味しそう。なんか焼き味噌の店だったもんね、確か。味噌推しなんじゃない？長野のラーメン屋さんだし。いただきます。うわこれは冬にいいな。冬にね、ここれは。の熱いのお鍋でさ。よー、あ、このねあ、味噌ラーメン。味噌はねこれでね。この太麺。こっちも来た。なんかこっちは味変できるらしい。ここに。美味しい。うん。コクがありそうだね。うん、なんかね、しょっぱいとかじゃなくて、あ味噌の香りがね、すごくいい香りがする。こちらもいただきます。何それ？黒コクなんとか。ラーメン。黒コク。こっちが焼き味噌。うん。結構色違う。ねえ。あ、味違う。あ、焼き味噌の方が香ばしいね。うんうんうん。あ、結構違う。あ、美味しいな。黒コクも美味しい。焼き味噌の方がうまいかも。焼き味噌の方はちょっと甘みがあるよね。あ美味しそう、そちら。あ、いただきます。ネギがいっぱいでさ、風にも強そうでさ。うまい。そして麺も太いね。麺もすごいね。ね麺も大きい。え。美味しそう。うまいな。うまい。超うまい。これ入れてみようかな。全部大丈夫？多分ちょっとずつにしたら？同じ？辛いよ。多分。あれみたい。缶ずりみたいな。あ、いいね。いいよ。うんそっちも入れる？あ、絶対美味しい。あ、うトッピンまっ。グ。すごい変わる味が。美味しい。美味しかった。スープも超うまい。止まらない。いやー、美味しかった。美味しかったね。お腹いっぱい。お腹いっぱいです。いいね。ここは何がいいってさ、まず投資なんだよね。うんうん。 11時半からね9時まで投資なんだって。だからいいね。よし、では北上していきましょう。はい。まず白樺湖通ってで車山の方まで登っていこうかな。はい。寒くなるでしょう。うん。
結構ね、視聴者さんから冬の車中泊の仕方というか、どれぐらいのバッテリーやったらいいですかとかね、そういう質問を受けることが結構多くて、でうちもあんま考えたことなかったじゃん今まで。そうだね。っていうのが、うちは車にサブバッテリーとポータブル電源が何台か乗ってて、で冬はだいたい FF ヒーター使ってさ、暖を取るから、もう灯油さえあれば何とでもなるなっていう感じで、あんまり気にしてなかったんだけど、確かになかなか FF ヒーターってつけれる車限られてるじゃん。で車に穴開けないとダメだったりさ、まあそうだよね。結構めんどくさい作業が多いから手軽ではないじゃん。でそうなった時に、じゃあポータブル電源だけで暖取れないかなと思ってね。であとは FF ヒーターが意外と使えないところが多いっていうね。標高がどうだろう、1300、400メーターぐらいからなんとなく変な感じがするじゃん。で、使えなくはないから無理やり使ってもいいんだけど、やっぱりすすが溜まってさ、壊れる原因になっちゃうから、暖を取るって言ったらファンヒーターとかさ、こたつみたいな感じか、そういうのだと思うんだけど、結構電気使っちゃうんだよね、そういうのって。で中にはなんだろう、灯油ヒーターとかね、あとカセットボンベで動く岩谷のヒーターとか使う方もいると思うんだけど、やっぱり怖いじゃん、一酸化炭素中毒とか、そういうのもあるから、今日はもうヒーターと、寝るときは電気毛布ね、そういうのを使って一泊どれぐらい電気使うかなとか、どれぐらいの容量あればいいかなっていうのをちょっと実験してみようと思ってね。でね、今日持ってきたポータブル電源がダブソンさんからちょっとお借りしてて、ダブソンのすごい大きな容量のポータブル電源を一つと、それからもうすごい簡単に持ち運べる用のちっちゃなポータブル電源を一つ、それぞれ持ってきました。ちょっと後でフラフラしてからご紹介して実際使ってみようと思います。登って一回温泉入りに降りてきてもいいし、上の方で入ってもいいし、その時考えたらいいんだけど、ちょっと前にさコメントで茅野市の温泉半額でしたとか言ってさ教えてもらったじゃん。ですごいなと思って調べたの。そしたら年齢制限があってさ、ちょっと俺らはまだダメだった。大人が600円、65歳以上の人は全員300円。すごいねこれは。だって市民とか関係ないんだよ。で 5箇所か6箇所かあるのね。なんかすごいぞ。それはいいね、300円で温泉入れたら。私たちは？俺らはだから600円まだ。あと何十年か600円。でもいいけど、これ茅野市民の人はちょっとかわいそうだよね。今まで割引で入れてたのがなくなってさ。なんでそこの茅野の温泉に降りてくるか、上の方にもあるもんね、何個かいい温泉ね。なんかね、今日は夜天気が荒れてくるみたいだから、そう雪になればいいなと思ってるんだけど、ちょっと無理かもね、気温が高いから。完全な冬だね。寂しい感じ。でもな、このさ晩秋の霧ヶ峰すごい好きなんだよね。このすすきに光が当たって黄金になってさ、すっごい綺麗じゃん。綺麗だよね。それが見たくて今日来たのに。けど結構寒い、6度だっても。いいね。ここら辺はまだ積もってないし凍ってもいないんだ。本当だね。寒いけどね、6度だと。さあ登っていきましょう。どうだろう、太陽な微妙に出るかな。ちょっと無理かな。西の方が結構雲が多いからちょっと厳しいか。すごい。そして向こうのスキー場雪降らしてる。本当？ちょっとだけ。屋島から先冬季通行止め。まだ6度か。ここは結構さ、この寒いところあるあるというかさ、ここら辺の盆地あるあるで、山の方に登ったら温度が高くなることが結構あるんだよね。でだから盆地の方が放射冷却が進んで、温度が下がって上の方が暖かいっていうのが。でそこもちょっと雪降らしてるかな、影。ちょっと白いよね。本当だ。これは車山か。そうだね、車山スキー場。
お、向こう側も晴れてきたじゃん。晴れてるね。いいかもよ。お、4度になった。あ、そして雪が積もってきた。道路にはまだないけど。北側なのかな。おお、どういう、あ、そういうことだよね。日が当たらないのか、あんまり。まあ3度4度だったらそうだよね。雪なかなか溶けなそうだよね。日当たんないかな、ここに。当たったらもう完璧なんだけどな。おお、雪マークついたね。3度。3度。やっぱり寒いんだ。よかったよかった、これは。あ、雪あるもんね。あるね。よしよし。お、左側いっぱいあるよ。いっぱいある。おお、到着。あれガラガラじゃん。止め放題です。本当だね。すごい時すごいのにさ。わあ、すげえ、バイク来たよ。わあ、寒そう。すごいね。ああ、雪あるじゃん。ああ、寒いね。寒い寒い。風がすごいな。いや。あれ、雪の靴じゃないじゃん。お手軽な絶景を見に行きましょう。わあ、綺麗だね。わあ、晴れた。下がねちゃねちゃだね。ドロドロなったびっくりするぐらいドロドロなった。いやー、寒かった。風が強いね。ねえ、けどギリギリさ、日が入ってよかったね。綺麗だった。ただ靴の汚れはすごかったよ。なんかチョコレートみたいになってさ、土がそうそうそう、全部まとわりぬるぬるぬるってなって、もうなんか途中重すぎてさ、足上がらないぐらいの最悪だね。最悪だったね。でちょっともうちょっとね、もしかしたら日が落ちるとき良さそうだから、富士見台の方でちょっと待ってようかな。待ってみようか。体が冷えたな。どっかお風呂入らないと。どこ行こうね。ちょうど当たってる夕日が八ヶ岳に、行ってみましょう。どうかな。さあ行きますか。最後夕日は出なかった。どんよりだったねえ、残念。残念です。では寒いんで温泉行きますか。一回降りて立科の方に上がってこうかな。だよね。行きましょう。上からも行けて下からも行けるみたいなんだけど、下から行きなさいって一回降りて。まあいいか。上なんか鹿がいっぱいいそうだからさ。鹿だらけじゃん。鹿がいっぱい出てきたねえ、ここにもいたよ。怖いね。すごいな。気をつけないと。本当。同じ茶色だからさ。そう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 。地面と昼間はそんないないのにね、日が落ちた途端出てくる。左だ。左だって。ああ、ここもともとこっちだったよね、道。昔多分。そうだね。なんか新しい道できちゃったからさ、あんまり通らないね。
何この道。わかんないナビ通り来たらこんな山奥の道なびかれたんだけど、細い道行くね。一応舗装だからいいけど、まあね、ういつ舗装がなくなってもおかしくないな。ん、どこに行っちゃうんでしょう。今だからヴィーナスラインに出ようとしてるんだよね。そうだと思うんだけど、さあ今日はね、久しぶりにあそこの東急があるでしょ、立科の道の駅の近くにうん別荘地とかで、そこに東急ハーベストとかがあるじゃん。でそこに温泉があって、鹿山の湯だったかな。でそこが日帰りでね1200-300円なの。まあ平日はね1200特別日みたいなのが1500円ぐらいなんだけど、普段1200円でちょっと高いんだけど、小野湯さんだったら半額かな、600円ぐらいで入れるから660円かな、ちょっとわかんないね。だけど安いの。安くなるね、かなりすごいよね。なんで600円ならいいじゃん。そう、他の地野に降りた温泉と一緒だし、一緒だもんね。そうここだって、はい。こちらに行きます。なんかある。なんだこれ、何？わかんない。なんかできたか。お店ができた。わ、すごいね。なんか綺麗だね。へお風呂がね、プールもあって、ここだよね。そう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 。あ、そうそう、ハーベストあるから。さあ行きますか。どっちだったっけ。右だね。そうだ、あ、書いてあるわ、本当だ。左はホテルだもんね。そうか、読み取りじゃなくて、ここは割引だもんね。そうそう、なんか見せるんじゃないのかな。そうだよね。まだ使ってないからめちゃくちゃあるじゃん。どれにしよう。ちょっと見ましょう。600円は安いな。すごいね。空いてそうだしね。さすがホテルの温泉。いいね。プールいいな。この冬も入れるんじゃないのこれ。へえ。いや気持ちよかったね。最高に温まりました。ねえ。いやー、なんか雰囲気はやっぱさ、タングラムマダラオのに似てるね。同じホテルだから、同じホテルって同じ系列だからさ、だけどこっちの方がちょっとお湯がヌルヌルしてるし、打たせ湯とかジェットバスとかあったね。そうそう。打たせ湯がすごい力だったね。ボタン押すやつで。あ、そう。やってない？すごい気持ちよかったよ。中のジャグジーもいいし、そしてさ、シャワーのヘッドが全部リファだった。あ、そうそう。何このなんかすごい良さそうなシャワーヘッドはと思ったな、私も。そうでしょ。20個ぐらい全部並んでたよ。普通なんかさ、3個とか5個とかさ、お試し用で置いてあるぐらいじゃん。そうそうそう。これ全部だった。なんかすごいなって。そうでしょ。全部切り替えたもん俺、ミストからなんかやっぱいいね、ホテル系のこういうのは。で、あ、ちょっと雨だ。そうそう、今日そういう予報だよね。雪になればいいけどならないか、さすがに。今日はならなそうだね。2度ぐらいだけど、なんかあったかい2度だもん。いいね、リゾート地って感じだね。そうだね。いい雰囲気です。さあ、もうすぐ休憩はしたいんだけども、ちょっと夕飯の買い出しを忘れたんで、一回買い出し行って戻ってこようかな、山の方に。まずは鶴屋に行きますか。近いんだよ、ここからね10キロぐらい行って、まあでも10キロ行って10キロ戻ってくるの。20キロここら辺のすごいのがさ、ここだけの山奥というかすごい自然じゃん。標高 1500m で八ヶ岳でって、だけど10キロ行ったら鶴屋があるんだもんね。そうだよね。15分20分降りたらすごいことだよね。とても便利ですね。便利だよね。なんかこの通りレストランも多いしさ、いいよね。そうレストラン多いよね。そうそうそう、すごい大自然なのに便利すぎるな。そういうのもいいね。はい、到着です。買いました。ちょっと安くなってんのもあったね。よかった。さあ買い物できたんで、もう今日はのんびりしましょう。7
時ぐらいでしょ今。ああいいね、のんびりできそうです。さあ戻ってきました。はい。ご飯も炊いたし、そしてこれです。さっきから話してたポータブル電源、左がすごい大きくて、右は極端に小さいの。なんか大きさがよくわからないと思うんだけど、結構ねそれぞれ特徴があります。はい、で左側がねダブソンの 3000L です。はい、で右側が 600L、でこの左側が 3000L っていうことでどうだろう、大きいでしょ結構、結構大きいんだけど、なんかこのテーブルの上に置けるのって言ったら、だいたい 2000Wh ぐらいのポータブル電源かなっていう感じなのね、一番大きくても、でこれ 3000L っていうことで容量が 3072Wh、 結構大きい。大きいね。その大きさでこのサイズっていうのはちょっとありえないね。めちゃくちゃコンパクト、すっごいコンパクト、びっくりしました。で重さも 25.8 キロ、26キロないの。男の人ならなんとか持ち歩けるかなっていう感じ、女の人だとちょっと厳しいかな。まあ頑張ればいけるけどちょっと腰痛めそうなそうそんな感じで、これ出力が 3000W ね。だから結構パワフル。 3000W、3072Wh、重さ26キロ、もうバケモン級のポータブル電源です。まあ、感覚的には 2000Wh 級のサイズで 3000W の出力があると、で容量も 3000Wh と、まあ、そういう風に思ってもらったらいいかなと思います。はい。右はなんかコンパクトで結構可愛らしい感じだけど、そう軽いよね。コンパクトでね、そうでね、今型式見えたと思うんだけど、こっちが 600L っていう型式のダブソンのポータブル電源です。でこれがね容量が 768Wh、 結構大きいね。そうこのサイズの割に容量もしっかりあるの。で出力が 600W、でサージで瞬時で 1200W まで出せますよと、程よい大きさだよね。でこのサイズ感だと8キロだからすっごい持ち運びしやすいから、どこにでも持っていけるなっていうようなポータブル電源になってます。で今日はねまずこっちの 3000L の方を使ってヒーター使ったりご飯作ったりして、でこの 600L の方はどういう風に使うかなっていうのはまた後でご紹介しようかなと思います。これだけ容量とか大きさが違うと綺麗に住み分けできるというか、ね、それぞれの特徴がすごいあるんで、まずは大きい方から使いましょう。で側面はこんな感じです。ダブソン 3000L って書いてて、でちょっとこれを使ってまずヒーターだね、温めないと寒いんで、よしではヒーターつけます。今ね気温がね11度ぐらいで、ちょっとこれ時間おかしいんだけど今7時40分ぐらいです。で AC を 100% にしてきたんだけど 100% だよね。で今これオンにもう一回これでオン、やりました。 60Hz。 で寒いからね、あれこうか、今日でいくよ、もう一気に多分 1000W 以上出るはず。そうでしょう、 1100W、 今 1100W ぐらい出てるんだけど、これがどういうことかっていうと、だいたいこれでね2時間3時間ぐらいでなくなっちゃうと思う、バッテリー自体はね。 1000Wh 級のポータブル電源だと1時間でなくなっちゃう、だから一瞬でなくなっちゃうの、それぐらいねやっぱこういうファンヒーターって電気を使っちゃうのね、で今これ強でやってて、強でやったらすぐあったかくなるから、これで弱モードにしたら多分 600W、500、600W になって、これでいけばね4時間から5時間ぐらいは使えるはず。やっぱり冬の車中泊で大きな電源使うときはこれぐらいのバッテリーがあるとかなり安心です。そのうち温まってくると思うんでご飯にしますか。今日買ってきたものをねちょっと紹介します。チーズデミオムライスと、あとねこれ前も食べたと思うんだけどパエリアね、美味しそう。つるや
お腹空いてきたぞ。ね、お腹減った。うん。それからサバみりん焼きときのこのロースト、半額、すごいね、半額だったんだ。うん。あとはこれはチンした方がいいハムカツ。うん。それからなんかおつまみみたいなのばっかり。なんだこれは食べる蒸しオクラチンしないでいいんだよね、多分。いいと思うんだけどね。ハムカツだけチンしようか。うん。あとなんだこれ、パクパク食べられる味南蛮、うん。同じようなのだ。それはさ、割引だったから買ってきたの。そういうことね。あとこれサバみりんもう一個あったいや、さっきラーメン食べたばっかりだからちょっと少ないのかなと思ったら、もう2つ出てきた。今日はね、競争に勝ったの。いいね。割引競争に。やったね。うん。これ買ってきた。ワインじゃないよ、ぶどうジュース。わあ、いいね。スペイン産。うん。釣り屋でスペインのもん売ってたらすぐ買っちゃう、ね、オレンジジュースとかね。このキャンピングカー、冷蔵庫が載ってて、これはいつも他の電源から撮ってるんだけど、今日はちょっとこれから撮ることにしました。どれぐらい消費するかっていうのをね、見ないとダメだから、ここから撮ってます。多分60ワットとか70ワットとかだと思う。しかもずっとじゃなくて1時間に数分ね。うん。いや、クリスマスじゃないもん。あ、本当だね。そうじゃん。おう。クリスマス用でしょ。あ、そういうこと、これ。はい、乾杯。あー、うまい。あ、すっごいぶどう。美味しいね。これ美味しいな。ちょっと渋みもあって美味しい。美味しい美味しい。炭酸がそんなきつくないね。微炭酸。うんうん。これあれか。標高が高いからか。なんかパンパンです。じゃあチンしていこうか。電子レンジで今日チンするもんはこの3つで、全部でね10分ぐらい電子レンジ使わないといけないから、結構だね、10分って言ったら。うん。普通のお弁当とかだったらそんなにチンしないでいいから、そういう点でもこの大容量あると助かります。どんくらい減るかとかちょっと見てみましょう。ちょっとヒーターの風の音がうるさいから横にどけました。そしてね、どんくらい15分20分でもう15度、4度も上がった、優秀です、このヒーター。しかも弱でね、まだ 6% しか減ってません。よし、じゃあチンしましょう。はい。じゃあまずパエリアね。はい。500ワットで4分。お、ファン回ったね。けど静かです。1700余裕。ちょっとヒーターだ強にしてみようか。さあヒーター強にしてみました。どうでしょう。ヒーター強で2200、2370、おお2500近い、余裕だね。すごいね。ファンの音は全くうるさくない。そしてね、これ電子レンジがオンオフするからさ、大きくなったり小さくなったりするけど、おお、すごいね。ねえ、ちょっと熱くなってきたな。ポカポカだね。順調に中で膨らんでますそりゃそうでしょ。おかしいな。破裂しちゃったよ。破裂してるじゃん。あれ？気圧の問題かな。袋を開けずにこのままレンジって書いてあってさ、蒸気吹き出し口もあるのにさ、破裂しましたけど、もう一回入れてみよう。よし、できた。今ね、89% まで来ました。だから300ワットアワーぐらい使ったってことだね。ちょっとご飯をチンしてる間にこちらをちょっと使っていこうと思います。押すだけ。はい。こっちは768ワットアワーなんですけど、3000L に比べたらすごいコンパクトだけど、まあまあ大きなモバイルバッテリーの20台分ぐらいの容量になります。
なんでモバイルバッテリーを20回充電するのとこれ1回充電するのが一緒ぐらいの容量と。多分うちはこういう使い方にするかなと思って、携帯とかあとカメラのバッテリーの充電とかあとパソコンね、そういう充電をするのにメインで使おうかなと思ってます。モバイルバッテリーと違って AC のコンセントもついてるし、出力も 600W まで出せるから結構パワフルです。なんでちょっとしたもん充電するとか、なんかコンセントで使いたいなっていうことにも十分対応できるし、いやーいいですこれで。 DC は USB 使うときはこのボタンかな。あ、充電されたと思う。ほらここアウトプットが、これのすごいのがここの出力が 100W と 30W に対応してるんで、線太いのでちゃんとしたのと、あと充電側が 100W に対応してれば 100W で充電できると、急速充電ができるんで、そこら辺もだいぶ便利です。いやこのサイズ感だからな、いいよね。すっごい小さいんだよなこれ。あら、こっちもなんか破裂しそうだけど、あ、こっちはできた。今蒸気出たよ。はい、2個目が終わりました。今がね 85% です、残容量が。3つ目はハムカツなんで40秒くらいにしときます。はい、全部温め終わりました。今 84% です。いやすごいな、18度だって。もうあったかいね。弱でこれで、今外がね多分3度4度だと思うんだ。まあそのね外との気温に関しては車の断熱性能で結構変わってくるけど、こんな感じです。今ね 20% ぐらい使いました。だいたい 600Wh ぐらい使った感じですね。で食べますか。どうぞ。食べましょう。いただきます。美味しいよねこの鶴屋の。美味しそう。いただきます。ちょっと高いんだけど冷凍で冷凍庫に入れとけるからさ、結構本格的な味なんだよね。いいよ。美味しい。これは南蛮漬け的なやつだ。そしてはちょっとゆっくり食べていきましょう。ああ美味しかった。美味しかったね。いいね。でこの後デザートあるから、デザートっていうかアイスね。もう部屋もポカポカになってきたら多分アイス食べたくなるからね。ちょっとのんびりして、また後でアイス食べましょう。おおすごいな、19度だよもう。さあ2時間ちょっと経ったんだけど、今2時間かちょうど。そうだね、9時40分ぐらいなんで、ちょっとねゼロに戻っちゃったんだけど、電池がなくなってさ、なんか2が見えてないけど今 21.6 度、ちょっと暑いね。雨が降ってきてちょっと外も温度があんま下がらないもんね。今4度ぐらいありそう。今ね、58%、40% ぐらい使いました。2時間ぐらいかな。だいたい 1200Wh ぐらい使った感じだね。けど今もう21度とか22度あるんで一回止めようと思うんだけど。アイス食べる？コーヒーまだ。ああ、じゃあコーヒーとアイスだね。コーヒー入れましょう。オン。どうせならマックスにしよう。すげえ 2600W 余裕だね。わあやっぱすごいな。けどさ、こういうシチュエーションって多いじゃん。何かこういう電子レンジ使ったりさ、ケトル使ったりドライヤー使ったりっていうのは絶対あるんだけど、その時に毎回このファンヒーター切らないとダメになるとさ、めんどくさいよね。だからやっぱこの出力あるとだいぶ楽かな、ね。何も考えなくて、そう本当に家のコンセントみたいな感覚で使えるから、混ぜ棒再利用いいんですよそれで。
今日のデザートはこちら。あら、美味しそうね。一回切るよ。はい。バッテリーはね、今 54%。2時間ちょっと使ってかな。ご飯作ったり、ケトルも使って、だいたい1500ワットアワーぐらい使った計算です。はい。これぐらい容量があるといいね。まだまだ使えるから。この 50% っていうのがさ、容量3000ワットアワーに対しての 54% だから、かなりまだ残ってます。いただきます。今だってさ、23度だもん、ここ。すごいね。あったかい。結構このファンヒーターって温まるよね。思ってる以上に暖かくなる。よし、では寝ますか。もう11時ぐらいなんで。でね、寝るときはいつもヒーターとか FF ヒーターは切って、で電気毛布で寝てるんだよね。電気毛布これで電気毛布が結構優秀で消費電力がすごい小さい。でただ朝起きて車の中寒いと布団から出れないんで、ヒーターはもうすぐにオンできるようにしとくと、もうコンセントさして多分5分10分で暖かくなるからね、部屋は。多分ね60ワットぐらいだと思うんだ。あ、そうだよね、55ワットとかで。これね強とか弱でも基本ワット数は変わらなくて、オンオフの時間が変わるだけだよね。そうだね。だから今日にしといたらずっと出力してるような感じ。はい。100ワットちょっとか。これならヒーターに比べたらだいぶ消費電力は低いし、もうポカポカなんで、これで寝ましょう。そしてこっちのダブソンの 600L をこっちでこんな感じで携帯と iPad を充電しながら寝ると。いや便利だね。この寝てるベッドの真横に置けるっていうのはいいね。だいぶ便利です。おはようございます。今8時。寒いな。とりあえずつけます。オン。晴れてるけどなんか雨が降ってる。雨かな、なんか雹みたいな音がパラパラする。さあ、そして昨日から8時間9時間ぐらいこの電気毛布を使って 35% 約 20% ぐらい電気を使ったから、だいたい600ワットアワー分ぐらい使ったみたいです。これすごいな。全然減ってない。10% ぐらい。いや、この携帯とかの充電だけだったら1週間に1回の充電で余裕そうだ。なんかまたなんか降ってきたね。晴れてるのに。今日はカフェでのんびりするか。なんか変な天気なんで。そうだね。まあちょっと朝ごはん食べてから動きましょう。さあ電子レンジもいっちゃえ。大丈夫でしょう多分。あ、ギリギリかな。どうだろう、3000超えるかな。電子レンジとケトルとヒーターだから、あ、2900。お、危ね。すごいな。すごいね。まあこんな感じ。全部動かしてます。あ、もういいんだ。オッケー。お、風も強いね。なんか、地震？風じゃない？風だよね。できてよ。はい。温まってきたね。暖房もいいかも。切る？よし、ではご飯食べて、ちょっともうちょっとのんびりしたら出発しましょう。このダブソンの 3000L の残量が 28% なんで、昨日からだいたい2100ワットアワーぐらいかな、使用した感じです。夜ご飯電子レンジを10分ぐらい使ったのと、であとコーヒー飲んだり、やっぱりヒーターが結構電気は使うみたいですね。夏もエアコンとか使うとなったら同じぐらいかそれ以上に電気使うので、これぐらいの容量あると安心です。さあ行きますか。
晴れてるけどね、こっち側は。うん。山は全然見えない、八ヶ岳は。風も強いし。風がすごいね。よし、ではちょっと降りてって、なんかカフェにでも行きましょう。そうだね。今日は天気悪いからね。天気がいまいちだから。でもなんかさ、見てたら、なんか昨日はあったかいみたいなの。ただもうすぐすごい冷え込むのと、そうだから明日の朝も多分ここら辺マイナス5、6度だから、これ下怖いよ。濡れてたら。ほら、雪っぽいんだよね、ちょっと降ってくるのが。なんかね、なんか夜はちょっとひょっぽかったしね。そうで、嫌だなと思って、そうそう。大丈夫かなと思ったんだけど。今からはね、原村カフェっていうところに行ってみようと思って。多分ね、何回か前は通ったことあると思う。派手派手な建物。なんか真っ赤かなんか黄色か忘れたけど、そこだと思う。にちょっと行ってみて、で、もうシーズンオフでやってなかったら、近くに前行った広い公園があったじゃん。そこのカフェでもいいし、前カフェ行かなかったから、そこら辺いっぱいなんかありそうなんで、行ってみましょう。さあ、この通り沿いだって、あと2、3分。もうここら辺も秋が終わってるね。すっごい落ち葉。ねえ。なんか滑りそうなくらい落ちてる。ねえ。さあ、もう着きますよ。ここかな。ですね。やってそうだね。駐車場は広いよ。到着です。到着。あ、赤だったね。そうそう、目立つよね。へえ。さあ、朝のメニューはね、8時から11時までで、フレンチトーストとクロックマダム、ハニーチーズトーストとかがあるのかな。で、今日はね、クロックマダムコーヒー付き1500円を1つと、あとね、私はコーヒーにしました。さっきちょっとパン食べたんで、530円かな。で、あとなんかハーブティーとかもあるのかな、いっぱい。で、お昼のメニューもあって、こんな感じ。ガパオライス、ポークソテージンジャーソースとか。こんな感じです。さあ、コーヒー。先にコーヒー来ました。はい。久々のブラック。結構濃い。美味しいよ。美味しいね。うわ。すごい量きた。あ、野菜がさ、すごいよ。野菜？ほら。あ、本当だね。あ、すげえ。レンコン。そうそう、すごいんだよ。プルンプルンだよ。やめた。本当だ。何これ。すげえ。すごい。2人で1つでよかったね。すごい量だもん。すごい量だね。ポテトまで入って。早速冷めないうちに食べよう。どうぞ。すごいな。うわあ、すげえ。そう、いいじゃん。ねえ。すごいね。何これ。あ、黄身だよ。そうか。卵。そうだ。チーズかと思った。何これとか言って。卵に決まってるじゃん。朝ごはん食べちゃったから余裕です。いただきます。お、うまい。あ、うまっ。手で食べよう。うまいぞ。そうって。美味しい。これも1500円って安いね。結構ボリュームあるね。合うね。野菜がいいじゃない。オクラとブロッコリー、レンコン、あとサラダかな。わあ、うまい。うわ、おい、やばい、大変だ。パンもすっごく美味しいよ。どうぞ。あ、ベーコン厚切りだね、結構。あ、ベーコンも美味しい。いいなあ。美味しかった。美味しかったね。すごい量だった。これ朝食だったらさ、2人で1つで十分だね。結構量ね、量多いもんね。で、お店の方がさ、
取り分けるようなお皿いりますかって聞いてくれるし、ね、遅めの朝食だったらもうお昼食べないでいいぐらいの感じだし、いいね。さっきさ、山が真っ白になってたからちょっとこの湖から見てみましょう。池かな、湖かな。ため池じゃない？ため池か。ああ、どんより。だけどちょっと白いのは見えるけどダメだね。でもあったかいな。ちょっとのんびりしてこう。ダブソン 600L はコンパクトなんで、こうやって運転席と助手席の間に置いて携帯充電したり、あとはね、停車中にシガーソケットから電源取ってドライブレコーダーを動かしてカメラを動かすこともできるから安心です。さあ、今日は冬の車中泊に最適なポータブル電源はどれかっていうことで、容量とか使い勝手とかをちょっといろいろ試してみました。今も寒いからちょっとヒーターはつけてるんですけど、ちょっと一旦音がボーボーなるんで切ります。今回この冬の車中泊の練習で使ったポータブル電源がダブソンの 3000L、 右側ですね。そして左側がダブソンの 600L という機種になります。すごい大きなタイプととても小さなタイプと、そういう2種類なんですけど、ただこのまず 600L の方から見るとすごいコンパクトなんですけど、容量は十分でかなり使い勝手がいいなと感じました。でこれが容量が 768Wh もあるのに重さがたった 8kg と。で重さも軽いんですけど、何よりもコンパクトですね。寸法が 326.5mm の幅が 188.5 で高さが 218.5mm と、他のポータブル電源と比べてもらっても圧倒的な小ささだと思います。簡単に仕様の説明だけしちゃいます。 AC 出力が 600W でサージ瞬時が 1200W までで 50Hz、60Hz 周波数両方とも対応してます。で USB ポートがまず、USB-A が2口 USB-C も2口あります。で USB-A が 5V3A の最大 15W で USB-C が片方が PD100W でもう一つが 30W ですね。なので十分な出力があります。でそれ以外に DC 出力があって、これが 12.6V の 10A 最大 126W と、でそれから DC の5521の出力があります。でこれが 12.6V の 4A。 シガーのソケットと DC5521 は出力を共有しているので合計出力が最大 126W と。次入力ですね。充電は AC 家庭用のコンセントからの充電で最大 600W と。で、ソーラーチャージの入力もできて12から 30V 最大 13A の最大 200W です。でそれからシガーソケットからの充電もできて 12V 8A ということですね。こんな感じですね。右側に AC のコンセント用のケーブルを挿す口があって、左側が XT60 になってて、ここでソーラーパネルからの充電やシガーソケットからの充電と、そういうポートもついてます。で次ダブソンの 3000L の方の仕様ですね。まず重さが 25.8kg と、確かに重いんですけど、この容量で考えたらかなり軽いです。かなり軽いというか一番軽いんじゃないかなと思いますね。 1kg あたりの容量で見たら相当軽いと思います。で寸法が一番長いところが 485mm の幅が 243.5mm で高さが 294.3mm ですね。容量が 3072Wh と 3000Wh です。動画の中でも何回もちょっとびっくりして言ってるんですけど、感覚としては 2000Wh ぐらいの容量のポータブル電源かなっていう感じですね。なんか 2500Wh ぐらいになってくるとちょっと持ち出すのも難しいし、家で充電して車に乗せる作業でもすごい大変なんですけど、これ意外と運べますね。 26kg ぐらいなんで、出力が、3000W で瞬時で 6000W ですね。でポートがこちらも USB-A と USB-C がそれぞれ2つずつ
USB-A が 5V3A の最大 15W、USB-C も 600L と同じ仕様で 100W の PD100 と、それから 30W のポートが1つずつと。で、こちらもシガーソケットと DC5521 のポートが1つずつついてて、合計最大 126W まで出力可能と。ここら辺の出力ポートはこの2台両方同じです。ただ AC のコンセントの口は 3000L の方は6口あります。あとあまり使わなさそうななんか3つ口のポートが1つ 3000L の方はありますけど、これは日本ではあまり馴染みがないかなと思うんですけど、アメリカとかそういうところの他の国用かもしれないですね。3000L の方の入力ポートですね。AC 入力が最大 1500W、 コンセントからの充電で最大 1500W で充電できます。なんでこの 3000Wh のとんでもなく容量の大きいバッテリーを3時間以内で満充電できるようなスピードで充電できると。いや、これもすごいですね。入力が 1500W で、ソーラーチャージの入力が12から 60V、 最大 25A で最大 1200W ですね。で、シガーソケットからの充電もできて 12V で規定値 8A と。なんで 100W ぐらいで充電できます。たださすがにこの容量を 100W ぐらいで充電するってなったらもう30時間ぐらいかかっちゃうんで、ちょっと現実的ではないかなと思うので、もし車で走行充電をメインで考えられている方は、ダブソンからも出てるんですけど、オルタネーターチャージャーですね。それを使った方がいいかもしれないです。それだと 580W だったかな。それぐらいのスピードで充電されるんで、シガーソケットの5倍6倍のスピードなんで、そっちの方がいいかなと考えます。で、こちら2台とも付属品は一緒で、説明書とあと保証書、それからケーブル類が2つ入ってます。 AC コンセントで充電する用の充電コードと、それからシガーソケットから充電するコードですね。2台の仕様はこんな感じなんですけど、この2機種の特におすすめなポイントとして半固体リチウムイオンバッテリーを採用してます。で、何がすごいかっていうと、安全性がめちゃくちゃ高くなってると。衝撃に強いとかそういう部分でまずすごい安定してるというところですね。で、こう釘を刺しても爆発発火発煙のリスクがなくて、表面温度もそんなに高くならないと。普通のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーだと煙が出たり、こう表面温度が高くなったり不安定になるみたいなんですけど、そういうことがまずないと。それからエネルギー密度が 30% 向上してると。そういうことですね。なんでコンパクトで軽いと、そういうことですね。で、ライフサイクルも4000回で 80% 以上かな。なんで長く使いますよと。この2台ともアプリを使って操作することも可能です。この2機種の性能だったり、仕様の説明は以上になります。で、今回冬の車中泊の練習ということで、ちょっとポータブル電源2つ持って冬の八ヶ岳に行ってみたんですけど、やっぱり 3000Wh ぐらいあると安心だなっていうのがまず一つですね。で、夏もエアコン使うとかなり電気は使っちゃうんですけど、エアコン使わなかったらそこまで電池は減らないような気がするんですね。で、ただ冬はやっぱりあったかいもの飲みたくなるし、それから電気毛布とかヒーターとか小型ファンヒーターですね。そういうのをやっぱり使って暖を取りたくなるので、やっぱ夏に比べて電気使うシチュエーションが多いと思うんです。で、そう考えるとやっぱり 1000Wh ぐらいの容量だと全く足りないかなと。というのも、ファンヒーターを弱で使っても2時間でなくなっちゃうし、強で使ったらもう1時間でなくなっちゃうと。で、ヒーター以外にもいろいろやりたいと思うので、ちょっと 1000Wh 級だとちょっと容量的に厳しいかなっていう感じがします。で、2000Wh 級になってくると使い勝手はかなり良くなると思います。で、今回もだいたい 100% から 30% ぐらいまで使ったんで 2100Wh ぐらい使った計算になります。で、これだけ使ってまだ
30%、今 26% ですけど、さっきお昼の段階では 30% ぐらい残ってて、だいたい 900Wh ぐらい残ってるというような感じだったんですけど、やっぱりこの 3000Wh あるっていう安心感っていうのはすごい大きいなと思いました。それでいくと2500Wh ぐらいの容量があれば冬も快適に車中泊ができるのかなっていう風に感じたんですけど、このダブソンの 3000L だと 2000W 級のポータブル電源と同じぐらいの重さ大きさなので、それだったら安心感がちょっと違うので、こんだけ使ってもまだ 1000Wh ぐらい残ってるっていう安心感があるので、これはかなりおすすめだなと感じました。で、もう一点ですね、出力のところ、これ 3000W 出せるので、そこはかなり大きいと思います。っていうのも、ファンヒーターを使う状況を考えると、500W から 1000W をもうすでに消費してると。そう考えると 3000W の出力があってももう 1000W 使っちゃってますよと。残り 2000W でいろいろ家電製品を使いなさいっていうことになるんですけど、これが例えば 1500W とか 2000W ぐらいのポータブル電源の場合、電子レンジ動かすときにはファンヒーター切りましょうとか、ケトル動かすときはファンヒーター切りましょうとか、ファンヒーター使いながら何か他の作業をするっていうことができなくなるので、せっかく部屋温めたいなって言って温め始めてるのに一回切らないとダメとか、そういう手間というかちょっとめんどくさいことが起こるので、この 3000W 出力ができるっていう点もかなり大きいなと感じます。そういうことを加味すると、冬の車中泊で快適にあったかく車の中で過ごすために必要なバッテリー容量は 2000Wh 以上、できれば 2500Wh 以上、そして出力も 2500W 以上のポータブル電源があると快適に過ごせるなと感じました。そうなると、このダブソンの 3000L っていうのが大きさとか容量が他のメーカーの 2000W 級と同じぐらいのサイズ感なんですね。だったら 3000L がやっぱりいいなとすごい感じました。やっぱりこんだけ使っても 1000Wh 残ってるっていう安心感とか、それから何も考えずにヒーターと家電製品を何個も使えるとか、そういう点考えてもかなりメリットが大きいと感じました。今日はダブソンの 3000L と600